こんにちは。今日はハノイからダナンへの移動です。ダナンへは飛行機で行けば1時間半ほどで行けちゃいます。今回予約サイトのスカイスキャナーでベイリップさんに飛んでビエトラベル航空さんでダナンに向かいます。ノーバイ空港、ベトナムなのでベネジェットエアが強くチェックインカウンターがない。本日7時25分発の飛行機なんですが困ったことにないんです。ビエトラベルでダナンに飛ぶ飛行機がこの11時40分しか表示されていない。ありました。一番空港の端にチェックインカウンターありました。私の飛行機ないんですけど。ノーバイ空港国内線のトイレ紹介をしながら先ほどの結果を。出発時刻が11時40分に変更になっていました。海外あるあるで何の連絡もなしの変更です。ご飯も食べてないので朝食を探しながらノーバイ空港国内線の空港案内をしていきたいと思います。ノーバイ空港にはターミナル1と2があり、1が国内線です。1と2の移動はシャトルバスが出ています。チェックインカウンターがあるのが2階になります。大きく3カ所チェックインカウンターがあるのですが、先ほど言ったようにほぼベトジェットエアがベトナム空港バンブーエアなどがあります。ですが12日間ベトナムにいたらベトナム料理飽きちゃったんですよね。空港内にはカフェで食事はホットドッグなど軽食とフォー、ハンバーガーなどになっちゃいます。飽きちゃったのでハンバーガーを選んだんですが、それがめちゃくちゃ美味しい。ベトナム料理以外の食事を求めていたんですね。内の方からタクシーで来るときは運転手さんに行き先を伝えておいた方がいいです。普通に行っちゃうと国際線の方に行っちゃいます。意外とハノイ現金主義で時間があるのでマネーチェンジをしたいんですが見当たりません。国際線の方行かないといけないのかな。はい、やっとチェックインカウンターが来ました。随分と待たされました。いろいろハプニングありましたが乗れそうです。保安検査です。チェックインの際大事なことがあります。国内移動ですがパスポートが必要です。忘れないようにしといてください。どこの保安検査場から入っても搭乗ゲートには行けます。そんなに広くはありません。ちょっとこれ失敗しましたね。旅行予定ざっくりとしか決めてなく、ホテルとかいくつか予約してから決めたんです。なのであまり安くなく、はい、やっとこそ搭乗できます。ハノイに行くと決めた時に一緒に取っとけばよかったんですが、その中で安かったのがベイリップだったんです。こちらは珍しく予約して支払いが後日なんです。なので支払いしてなければ後で安いのを見つけて変更することができるんです。BA トラベル航空 LCC なのでやはりバス移動になります。私もパターンを変えるといくつか安いのを後で発見してキープするつもりでその都度予約してそれで決めたつもりだったんです。予約した便分支払いがまだですっていうようなメールが届くんです。同じ会社か同じようなメールがいくつも届いて確認しなきゃと前日にチェックしたら見当たらない。私支払いしてなかったっけ、飛行機に乗れないじゃんとパニックになっちゃいました。メールの整理をしてなかったのといくつもキープの予約をしていたのも悪かったんですが、この仕組みは私ダメですね。とりあえずちゃんと支払っていてよかった。予約してから支払いまで結構時間経っても大丈夫なので後で支払おうと日々の日常に追われていてすっかり忘れちゃう感じです。ベイリップからの支払い催促メールばかりでもしかして忘れちゃったと思っちゃったんですよね。現実だとどの便も満席でもうキャンセル待ちするしかないという話までしていました。そんなこともあってビエトラベル航空大幅な延滞、理由も分からずこのありさま。最初ベトジェットエアで予約してたんですよね。とこっちの方が安かったんで変更しちゃったんです。失敗しました。車内の方は普通です。座った感じも他と変わりません。後払いに慣れてなくメールを漏らせて乗る便わからなくなって自分自身の失敗と意味不明の大幅延滞。ホテルとかいろいろ決めてからダナンへ行くことになって空港行ったり来たりすることになっちゃったんですよね。本当は日本からノーバイ空港そのままダナン行くか帰りにダナン行ってからそのまま日本に帰るか
そうすれば空港行ったり来たりの大幅な時間節約になったんですよね。結構いろいろ失敗しちゃいました。家、トラベル航空、荷物に関してはよくある LCC と同じです。一番安いチケットで無料でついている手荷物は7キロ。預け荷物は料金がかかり、重さによって料金が違います。チェックインの時のカウンターで荷物の重量チェック。私は前後ノーバイ空港の近くにホテルを取っていたので、ダナンに行っている間、その荷物はホテルに置きっぱなしにしておいてもらいました。なので身軽に行ったのですが、他の方、特にサイズチェックされている様子はありませんでした。はい、ダナン到着しました。ダナンはベトナムの中部にある海沿いの都市です。フランスの植民地時代に栄えた港の歴史で知られています。次回はダナンの観光やホテル紹介になります。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。家、トラベル航空、乗り心地やサービスは特に問題はありません。ただ延滞したのが理由も分からず、聞いた時の航空会社の職員の方も当たり前だろって感じの対応で、ちょっとその辺が嫌な感じでした。遅れなきゃ何の問題もないんだけどな。でももうここの航空会社は利用しないと思います。日本からはベトジェットエアで来たんですが、やはりそちらが良かったです。ダナンの空港は思ったよりも広い感じです。モバイ空港の国内線と同じぐらいの規模感かな。荷物を預けていた場合はこちらでピックアップになります。私は預けてないのでそのまま出口に向かいます。国内線なのでスムーズですね。このままタクシーに乗ってホテルの方に向かいます。ここで注意点が、ノーバイ空港もですが、タクシーを出るときに利用料を支払いをしなきゃいけないんですが、グラブだと別で取られます。正しい金額を言ってくる人と上乗せして言ってくる人もいます。それで私ちょっとやり取りで手こずったんですが、手こずってると声かけてくる人がいるんですよね。グラブより安い料金表示してきたので、とりあえず乗ってめんどくさかったのもあり、後日の観光もその方に頼んだんですが、いくつか問題点があり、その出来事も次回ベトナムダナン編でお送りします。今日はこの辺で終わりにします。バイバーイ。次回は金曜20時稜線です。お花が咲き乱れ、とってもいい景色でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。